それでは始めていきます。さあ、最初はね、お尻歩きを、いきたいと思います。はい、では保護者の方ね、足伸ばしていただいて、はい、お子様足の上でいきましょう。はい、では10カウントゆっくり前に進んでいきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ではバックいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。では続いて今度はね、お子さんをね、仰向けにしていきます。柔らかい絨毯とかね、上だったらそのままダイレクトでもいいかなと思いますしね。フローリングとかだったらタオル引いていただいたり、あとはお母さんお父さんのね、足を使っていただいて、こんな風に足伸ばして上に座らせていただいたり、足の裏をね、ちょっと頭をクッション代わりにしていただく。こんな形でもいいかなと思ってます。はい。で、今日は仰向けの向きね、保護者の方とお子さんの向きがね、反対向きになるようにしていく。なんでかというと、足を動かしていきます。私は、足の上に乗せた状態で行いますので、お好きな状態でね、やっていただければと思います。はい。で、お子さんの股関節をね、閉じたり開いたりというね、運動になりますので、別に立てなくてももちろん大丈夫なんですけど、ある程度お子さんのね、体が安定している状態、以上の月齢で行っていただければと思います。はい。それから、仰向け結構嫌がるお子さんも多いですし、足をね、動かすので、もう当たり前ですけどね、無理に引っ張ったり、大きくね、動かすっていうよりはお子さんの状態を観察しながら、見ながらね、動かしていただければと思います。はい。では足の太ももあたりをね、持っていただいて、優しく持ってください。はい。それで、グーと言ったらここは閉じる状態。パーは開きます。はい。それではちょっと一回ゆっくりやってみましょう。はい。ではまず、グーからいきます。せーの。グー。これでしっかり閉じます。はい、開きます。せーの。パー。開きました。ね。パー。このパーの時で結構ね、言ってあげてくださいます。ね。そうするとそのお顔で結構お子さんが喜んでくれたりもしますので、もちろんお子さんの顔を見ながらね、やっていただければと思います。はい、それでは、続けてグーパーいってみたいと思います。せーの。グー。せーの。パー。せーの、グー、せーの、パー、せーの、グー、せーの、パー。あと1回ずつ言います。せーの、グー。はい、ラストのパー。せーの、パー。はい、OK です。はい。では、今やったこのね、足のグーパーを使った応用編ですね。グーパージャンプ取り組んでいきたいと思います。捕まり立ちできるかなぐらいのお子様以上でやっていただければと思いますので、ちょっとまだ足元をつかないよっていう場合に関しましては、ここは飛ばしていただいてという形になりますので、もちろんお母さんお父さん支えた状態でね、構いませんので、自立できるお子さんはもっといいかなと思うんですけどね。はい。で、お子さんの向き、どちらでも構いませんけど、お顔が見えるようにしてあげた方がいいかなと思いますので、ね、顔見ながら行きましょう。サポート、脇の下のあたり、ちょっと大きめ、自分である程度ジャンプでいきたい。ね、安定しているお子さんは手を握っていただいても構いません。大丈夫です。はい。で、お子さんの足を閉じた状態がグーになりますので、この時は保護者の方、足を少し開いていただいて、足と足の間に着地です。はい。で、せーのでちょっとジャンプのお手伝いね。この時もし余裕があれば、お子さんにもそれからお父さんお母さんにも余裕があれば、せーのの時にちょっとだけ下にね、少しグッと下げないようにね、気をつけていただいて、軽く下にちょっとこう下げて膝が曲がる状態、せーの、ジャンプして、お母さんお父さん足を閉じていただいたら、お子さんがパーね、こんな風になります。で、先ほどのグーパーに合わせて、グー、パー。というふうにやっていきます。はい。じゃあちょっと皆さんに見えるように。はい。
私はこの形でいきたいと思いますので、ぜひご一緒にやってみましょう。はい、それでは足を軽くでいいですよ。開いていただいて、はい、お子さんグーの形です。いきます。じゃあまず1回ね、パーとグーと両方1回ずつやってみましょう。せーの。ジャンプしてパーって言いました。パー。ここでね、お父さんお母さんの足の間をまたいてください。はい、次グー。せーの。グー。おー、いい感じですね。はい、それでは続けていってみます。少しじゃね、ちょっとペース早くなりますけども、無理についてこなくて大丈夫なので、お子さんのペースにね、合わせていただいてやってみてください。はい、それではいきます。せーの、パー。せーの、グー。せーの、パー。せーの、グー。あと1回ずついきますよ。せーの、パー。はい、ラストです。せーの、グー。はい、頑張りました。はい、お疲れ様でした。最後ね、お子さんと一緒にゆっくりと深呼吸をしていきましょう。はい、それではお鼻から大きく吸って、ゆっくり吐きますよ。はい、吐き切ったらもう一回吸って、吐いて、吐き切って、もう一回大きく吸いましょう。吸って、吐きます。吐き切ったら最後ゆっくり大きく吸って、はい、楽な呼吸に戻していきましょう。はい、このね、グーとパーの足の動き、最初は寝っ転がった状態、次はね、ちょっと応用編でね、ジャンプという形でやりましたけども、まずはね、股関節をね、動かすっていうところが一番大きなね、大切なポイント。お子さんの足のね、しっかり動くようにサポートしていくっていうところになりますけども、もちろん月齢年齢に合わせてもうグーパー自分で大きくね閉じたり開いたりできるってお子さんもいらっしゃると思いますし、まだまだちっちゃくてね、もちろん自分で思い通りにね足が動かないってこともあれば、なかなかまだ意図を理解せずにね、できないってお子さんもいらっしゃると思うんですけど、股関節をやっぱりこうやってね動かしてあげるっていうのは、お子さんが自分でできない状態でもお父さんお母さんがねお手伝いしてあげてやっていくっていうのはすごくお子さんにとってはとっても大切な機会になりますので、じゃあお子さんだから動かせないから無理だっていうふうに思わずに、ぜひお父さんお母さん上手にサポートしていただいて、どんどん足を動かすっていうね、運動遊びをしていただくのはいいかなと思います。股関節がねしっかりと動いてくると本当に成長に役立っていきますし、これは大人になってもそうですけど、本当にこの股関節を動かすっていうことは、歩く座るっていう基本の人間の行動において最も大切な場所って言っても過言ではないぐらいね、すごく大事な関節になりますので、そこをねしっかりと動かしてあげるっていうのは非常にお子さんの成長を助けてもらえるんじゃないかなと思って紹介しましたので、ぜひ繰り返しこちらもねやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。それでは Have a good day!